見ての通り、俺は今、ブルーマウンテンの通りを駆け回っている。まず、その理由がトレーニングじゃないことは確かだ。この体ではトレーニングしたって無駄だからな。次に、俺が急いでいるからでもない。マーチソンビルはすぐそこだ。このビルの圧迫感が、準在級現在を前にした時と変わらないことは認めざるを得ない。最後に、逃げるという選択肢は排除しておこう。たとえ背後に、俺の命を確実に奪おうとする現在が迫っていたとしても。そう。俺は逃げているんじゃなく、包囲を突破している。ダプネ！目標は消滅しました。西側の状況はどうだ？敵の数が多すぎて突破できる穴が見つかりません。東側の道はほぼ塞がれている。そう、俺たちはうっかり現在の包囲網に足を踏み入れたのだ。いつもなら起こり得ないことだ。だが今は明らかに普通の状況じゃない。かなり異常極まりない状況だ。異常な体に異常な現在、異常な戦闘。正々堂々と正面から戦って全てを終わらせればいいという奇妙な考え方が脳内に湧き起こることがある。けれどそう思えば思うほど現実があらわになる状況は単なる戦闘よりもはるかに厳しい。敵との差が大きい状況では特にそうだ。北側は俺たちが来た方角、南側は誇りと振動が東西の両側よりもずっと激しい。東西南北、俺たちの足元に至るまで絶望的だ。それなら唯一希望が残された場所は、ダプネ、屋根に飛んでくれ。上から包囲網を突破する。はい。くそ、俺たちが屋根伝いに行くことがバレてるのか？ナビゲーター、目視できる範囲内の現在密度が上昇し、包囲網が縮小しています。どん詰まりか。ナビゲーター、出力制限を解除し、ヘカトンケール形態の起動を要求します。ヘカトンケイル？なんだそれは。機体マニュアルの684ページに詳しい説明があります。数百ページあるマニュアルが非合理的だってことはまた後で話すとして、今は読もうにも時間がない。とにかく勝手にやってくれ。はい。命令を確認。許可されました。コアパワー制限を解除します。変身ヘカトンケイル。ナビゲーター、私についてきてください。はい、お水。ありがとう。どうしてあの味がするの？さっきの水だからだよ。捨ててなかったの？もったいないもん。それならきれいな水を飲めなくすることの方がもったいないと思うけど。そう？でも誰かが心を込めて作ってくれた食べ物は感激しながら食べて笑顔を返すものでしょ。ニャムエはこれに心がこもってるっていうの？その言い方、子供心が傷つくんだけど。もう二度と言わないでもらえる？お姉さん、今すっごく悩んでるでしょ。そんなにわかりやすい？子供になってわかるよ。どうしてついていかなかったの？ニムへのせい？あなたとは関係ない。それは大人同士の駆け引きよ。へえ。
駆け引きね。駆け引きってどういう意味？知らないなら知った風な口を聞かないでもらえる？ごめんなさい。でも駆け引きって一体何なの？簡単に言うとね、何かをする前に失うかもしれないものと得られるかもしれないものを天秤にかけて比べることよ。得るものの方が多ければプラスになるからやってもいい。逆にマイナスになるならやらない方がいい。ほとんどの場合どっちになるかは明確じゃなくて確率が存在するの。駆け引きとは全ての可能性を計算して自分の利益が最大になる選択をすることよ。そうなんだ。分かってないでしょ。天秤が何なのかはニムエも知ってるよ。それでお姉さんが天秤の両側に置いたものは何？お兄さんとお姉さんの命、それからニムエの命かな。そうならニムエの命は羽よりも軽いってことになるけどね。私の天秤は誰の命だろうと同じ重さよ。なら何を悩んでるの？2は1より大きい。子供だってどっちを選べばいいかわかるよ。だからそれが大人同士の駆け引きなの。ダニューブのナビゲーター、そしてあのダプネ。本部が2人を派遣した以上準備ができていて、彼らは7に追いやられたわけじゃない。でもたった2人で本当に一つの支部に対処できるのかな。くそ、彼らの無残な死を想像せずにはいられない。それに2人は私が教えた手がかりのせいであの危険な場所に行ったとも言えるもの。彼らがあそこで死んで本部の人が後で調査に来たら私も言い逃れできない。ニャムエを口実にすることもできるけど、でもそしたらこの先安心して眠れる。心安らかに生きていける。もっとお水が飲みたいの？いらないけどありがとう。そう。ニャムエ。ニムエだってば。ニャムエは他の子と違って人の面倒を見るのが得意なのね。慣れてるだけだよ。誰の面倒を見てたの？おじいちゃんとおばあちゃん？ママだよ。ママは耳の病気でニムエがお世話しないといけなかったの。お父さんは？知らない。ママと喧嘩していなくなっちゃった。そうなの。一人で自分の面倒を見られる？あなたがいない方が身軽だよ。そう長くは身軽にさせないからね。目標が消滅しました。これがヘカトンケイルか。凄まじいな。待て。どうしましたか？お前のエネルギーはどれくらい持つ？3時間です。ヘカトンケイル形態ではあと3時間持ちこたえられます。そんなにか。俺の予想より長いな。けれども問題はまだ解決できていない。マーチソンビルからの直線距離は目視で200メートルもない。だがこのわずか200メートルの間に死が満ちている。気をつけてください。俺を見張ってるのか？このネズミ、本能だけで戦ってるわけじゃないぞ。煙幕弾か？
探知機が干渉を受けました。急がないと長くは干渉できないの。いいだ、どうしてここに？他のことは後で話すから、今は私についてきて。この先は私にも状況がわからないの。状況を見て臨機応変に行くしかない。この現在たち互いにコミュニケーションをとっているけど、脳を共有しているわけじゃないから情報に遅れがあるのね。古い情報を受けて間違った反応をした瞬間が包囲網を突破するチャンスよ。分かった。ダプネ、常に現在の動きに注意してくれ。はい。これってアンドロイド？幽霊事件後もこの技術の研究を続けている人がいるなんて狂気としか思えない。大助かりだよ。でもどうして考えが変わったんだ？まさかそっちで何か問題が起こって現在に襲撃されたのか？いいえ、今のところはまだ安全よ。そうじゃないとニムエを一人で残すことなんてできない。私はね、これからもまともに生きていきたいだけなの。なんだ？ナビゲーター、現在が移動しました。私たちが来た方向に集まっています。チャンスは今よ。行くぞ。着いた。ここよ。やっとだな。